こんにちは、パピーガニです。今回は Microsoft Flight Simulator 2024のメニュー周りの紹介をしていきたいと思います。Microsoft Flight Simulator 2024は2025年の12月から PlayStation 5に対応しました。そこで今回は PlayStation 5用の MSFS2024 を使ってメニュー周りの解説をしていきます。と同時に Steam 版とかの違いとか、そういったところもちょっと紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ざっくりとした紹介ですが、もっと深い内容についてはこのチャンネルで公開済みの他の動画を使って紹介していきます。ところで他のチャンネルでもどのエディションを購入すべきかという解説をしていますが、私の場合は迷わずスタンダードエディションをお勧めします。他にもいろいろあるんですが、一番安価なエディションがおすすめですね。はっきり言ってオタクレベルの航空ファンではない限りスタンダードエディションで十分だと思います。どれを買うべきか迷った時の判断の指標としては、もしもあなたがイカロス出版のエアラインとかそういった類の雑誌を毎月買っている場合はアビエーターエディションで、それ以外の方はスタンダードエディションで十分だと思います。では最初に左側にあるメニューをサクッと説明していきます。一番上にあるのは世界の写真家、ワールドフォトグラファーになります。そしてその下にチャレンジリーグ、右側にはキャリア、その下にフリーフライト、その左がアクティビティ、そして一番最後がマーケットプレイスというのがあります。で、右上にもメニューがあって、この右上のメニューの一番左がプロファイル、プロフィールでですね、アバターとかそういったものの設定ができるようになっています。そしてその右がベルのマークになっていて、通知がここに表示されるようです。その右、コミュニティなどの連絡がここに入るということになっているようです。そしてその右側、ここはチャットなどがですね、入力できるようなものになっています。私の場合は触れの得ないので、ここには何も表示されません。右側の FS と書いた買い物カゴ。ここからですね、マーケットプレイスに飛ぶことができます。そして一番右側、ここが歯車になっていて、いわゆる設定が全てここに収まっています。この歯車から言語とかですね、その辺の設定ができるのですが、以前と違って2020の時のように設定変更した後にゲームを立ち上げ直す必要がなくなりました。この点は非常に良くなった点だと思います。ではゲームメニューの説明に移ります。世界の写真家なんですが、これはメニューにあるスポットの場所を飛んでフォトグラファーモードというモードに移行して飛行機と風景を写真に収めるというものです。このワールドフォトグラファー世界の写真家ではいろんなスポットが用意されていて、全部で31種類のメニューがあって、それぞれのメニューの下には10種類程度のスポットが設定されています。ということはだいたい310程度のスポットがあるということになります。この下のパネルには実際写真を撮った時にその写真の内容が表示されるというものになっていますね。で、私の場合はまだ何も写真を撮っていないので写真はほとんど表示されません。で、これだけスポットの数が多いとお気に入りのスポットを探すのが大変だと思います。検索の仕方としてはカテゴリーから探す方法、そして場所から探す方法ですね。もう一つの方法はマップから探す方法があります。ただし特定のスポットを見つけてメニューをクリックしてから実際の飛行を開始するまでの間はだいたい30秒から1分ぐらい待たされるんですよね。しかもメニュー画面からそのスポットが実際どんなところか詳しくわからないので、一個一個詳しく見ていくとすると結構な時間がかかります。そこでこのチャンネルでは各スポットで飛行中の景色を1分程度の動画にまとめて紹介しています。現在のところは世界で最も有名なモニュメント、アジアの象徴的な名所、それから上空からの大自然の紹介動画をアップしています。気になった方はぜひご覧ください。はい。そしてですね、世界の写真家では単に景色とか建造物とか都市にとどまらず、なんと動物を撮影するというスポットも用意されています。ただこの動物のスポットはかなり難易度が高いんですよね。そもそもマップ上のこの動物の生息域が一応表示されるんですけれども、ここに飛んでいっても個体の数が少ないために探し出すのはなかなか難しいと思います。ただし見つけた時はですね、機会が少ないだけに感動を味わうこともできるかもしれません。それと実際この世界の写真家では乗っている飛行機の機体も同時に撮影することができるようになっています。撮影する機体は事前にカラーリングを指定することができるので、風景に対して映えるようなカラーリングを設定しておくと良いでしょう。カラーリングの変更後は意外と簡単です。航空機のパネルをですね、指定して、そしてその下にある編成というメニューを選びます。
そうするとカラーリングを選択することができるようになります。こんな感じでデフォルトでもいろんなカラーリングが用意されているので、好きなカラーリングの機体に乗って飛んでいる姿を写真と収めるというのがいいと思いますね。ということで、世界の写真家は2020でのディスカバラーにさらにゲーム性を加えたものになっています。ただ、各スポットが明確に分類されているので、2020のディスカバラーのようにどこを探索すべきかというのを考えやすいというふうになっていると思います。それと、訪れた場所を写真に撮ることで足跡を残すことができるのは大きな利点だと思います。ただしバグがあって VR モードでプレイするとフォトグラファーモードを起動できません。パピガニ VR としては早く直してほしいと思います。ちなみにここで撮った写真はこのプロフィールの中のですね、フォトアルバム、ここに表示されるようになります。次がチャレンジリーグ。多分これは MSFS2024 を購入して最初にやるのがいいんじゃないかなと思うようなメニューになっています。名前からわかる通りゲーム要素が強いメニューになっています。各リーグには3つのコースがあるんですよね。まずラリーレース、そして低高度チャレンジ、それと精密着陸。この3つになります。この画面のように最初はブロンズリーグになります。ゲームを実行して成績を上げていくとシルバーリーグ、ゴールドリーグ、プラチナリーグ、ダイヤモンドリーグと順に段階的にレベルが上がっていきます。1回のリーグは1週間の期間で争われます。日本時間だと月曜日の16時から翌週の月曜日の16時までです。この一定の競技期間をコホートと言います。一つのシリーズではコホートを5週間分行い、5週間目に一つのシリーズのランキングが決定します。そしてその翌週からは新たなシリーズが開始されます。すべての参加者は新たにスタート地点に立つ形になります。つまり参加者全員がね、ブロンズリーグからの開始にリセットされます。チャレンジリーグの詳しい内容はこのチャンネルの MSFS2024 チャレンジリーグシリーズ1ウィーク3で解説しています。はい、続いてキャリアモードなんですけれども、このキャリアモードというのはなかなか深いゲームになっていまして、アビエーション、つまり航空会社を立ち上げて、それで会社を大きくしていくというのが最終的な目的になっています。実際にここでこのゲームの最初のエントリーをやってみますね。まずパイロットへの道ということで初期設定から開始されます。開始位置を選択するってなっていますが、まず自分が航空機の操縦ライセンスを取得するための現実の空港を選択します。できるだけ自分が住んでいる地域の空港を選んでいくといいと思いますね。その方がリアリティが高まりますし、飛行訓練の時もね、土地勘がある場所の方がいいですからね。東京にお住まいの方は多分この横田基地とか調布飛行場なんかがいいと思いますね。私の場合はスティーブン版では調布を選んで開始しました。ただ一通り基礎的な訓練を経て PPL、要するに自家用操縦士ライセンスを取得した後は訓練やライセンスの試験での空港は指定された場所になるので、最初に指定した空港は最後まで利用されるわけではないです。この初期設定で選択する空港が影響するのはゲームの最初の方だけなので、あまり検討に時間をかけなくても大丈夫です。とりあえず自宅に最も近い空港を選ぶのがベストだと思います。さて、それでは実際に最初のエントリーをやっていきましょう。まずですね、横田基地を選びたいと思います。横田基地を選んで、はい。そうすると、横田 AB というところに到着します。このキャラクターはね、一応自分なんですよね。どうも。あなたがペーピガニですね。パピガニです。横田基地へようこそ。この航空クラブのオーナー、高橋です。はい。こんな形でいろいろ説明をしてくれます。で、どんどん進めていくと、とりあえずですね、飛行場に連れて行ってくれて、で、いろいろ点検をさせてくれるという風な形で、最初のですね、初期設定が開始されます。ここから空の冒険を始めましょう。プリフライトの準備が終わるまで少し歩き回ってみるか。はい、これでね、歩き回りながら様子を見るみたいなね、形になるんだと思いますね。スカイホークで飛行するぞ。この機体は俺たちのフライトスクールの主な練習機だ。はい、ということで、初期設定ではまずいろいろお話を聞いてね、そして飛行機に乗り込むというところからスタートします。最初にやるべきことは、いろいろライセンスをね、取得するんですよね。そのライセンスを取得してから、次のステップに進んでいくという形になります。このゲームをね、開始すると、実際の航空業界でどんなことが行われているのかとか、どんな飛行機があるのか、あるいは社会的にどういうふうに役立っているかっていうのが自然にわかる仕組みになっているんですね。一般のゲームとはだいぶ違っていて、はっきり言って大人向けのゲームなのかもしれません。もしくは航空マニア向けになると思います。
キャリアモードに関する動画解説は再生リスト MSFS2024 キャリアモードにまとめていますので、ぜひ参照してください。さて次はですね、フリーフライトなんですけれども、これはね、もう簡単に説明してしまいます。地球上の好きな場所を選んで好きな時に飛行したい場合は、このフリーフライトっていうのを使うんですよね。フリーフライトっていうのは、旧フライトシミュレーターの MSFS2020 のワールドマップに相当するものになっています。昔のね、2020をもうやってる方は大体内容わかると思いますんで、この辺はね、ちょっと省略させていただきます。そして次がアクティビティ。このアクティビティメニューからは、イベント的なね、メニューへのアクセスができます。今はね、12月にリリースされた SIM アップデート4で、Netflix とのコラボレーション企画として、ストレンジャーシングスがリリースされています。このストレンジャーシングスについては、1回目と2回目のね、ミッションのプレイ動画をアップしてるので、どんな内容かというのをちょっと知りたい方はですね、その動画を見ていただければなと思います。隣が、レッドブルエアレース。これはレースをやるっていうことですね。チャレンジモードに近い遊び方になります。そして飛行訓練。先ほどのキャリアモードのところでもライセンスを取るときにまず飛行訓練を受けてから取るっていう風な手順になってるんですけど、飛行訓練だけをね、ここに独立して選択して受けることができます。基本的なハンドリングとかですね、離着陸、VFR ナビゲーションと IFR ナビゲーション。ここまでは航空機の基礎的な訓練になります。そして2024では新たにヘリコプターっていうのが加わっています。あとはブッシュパイロット。これは以前からあったんですけれども、滑走路がない場所での離着陸とかですね、水上での離着陸、いろんな離着陸について学ぶことができます。滑空コース、これ要するにグライダーの訓練ですね。そして FA18E 戦闘機の訓練もあります。最後に旅客機の概要ということで、ボーイングの 7378MAX の操縦席に座って旅客機の操縦を体験することもできます。で、次がラリーレースなんですけれども、これはですね、11ぐらいのメニューがあります。チャレンジリーグはですね、この中からどれか一つが選ばれる形になりますので、事前にね、リーグ戦に参加する前にちょっと練習しておきたいときは、この辺の、どれかをね、選んで練習しておくと良いと思います。瀬戸内海っていうのもね、新たに加わっています。そして低高度。これもチャレンジリーグの中のメニューが個別に設定されています。中2個のメニューがありますね。対馬というのもあります。意外とね、日本の地域が設定されているものもなんか増えてきた感じですね。着陸チャレンジも同様ですが、ここはね、いっぱいメニューがあるんですよね。上から行くと精密着陸。これは主にヘリコプターによる着陸ですね。あと有名なところ、有名な景観の良いところの着陸なんですかね。あと壮大、山の上とかそういうちょっと壮大な景色の着陸。あとは強風ということで横風を煽りながらみたいな、そういうね、難易度が高い着陸チャレンジがここに設定されています。この辺にもね、ケラマっていう日本の場所も設定されていったりします。このところ最近いろんなね、メニューがちょっとずつですけども増えてるような気がしますね。諏訪の瀬島っていうのもありますね。八丈島もあるんだ。日本の国土がね、最近増えているっていうのもなんか一つの傾向になってるみたいですね。はい。次は、ナショナルチャンピオンエアレース。これ多分2020の時は、リのエアレースだったものだと思うんですけども、これはね、別途購入しなくちゃいけません。なので飛ばします。ディスカバリーは、2020の時のディスカバリーそのままですね。フォトモードでフォトを撮るっていうことではなくて、特定のスポットの中で飛び回るだけの目になっています。で、これ非常に数が多いので、選ぶのが大変なんですよね。で、どこを飛んだっけなみたいなのも覚えてられないので、これだけ多いとですね、フォトモードで同じ場所が多分あると思いますんで、フォトモードで飛んで写真を撮って履歴を残すという形の方がいいと思うんですよね。はい。で、最後にカスタムコンテンツというのがあります。このカスタムコンテンツは、今のところね、1個しかないんですけども、Steam 版ではジェラシックパークの探索メニューがカスタムコンテンツとしてあらかじめ登録されているんですよね。で、他に自分で買ったカスタムコンテンツっていうサードパーティー製のね、メニューもありますんで、それを購入した場合は、ここに登録されます。はい。それでは最後に、マーケットプレイスなんですけれども、このマーケットプレイス、実はですね、本来はサードパーティー製の製品がいっぱい登録されているはずなんですけれども、今のところね、おそらく何らかの関係でポーティングはうまくいかなくて、PS5 版ではマイクロソフトが出したものしか登録されていません。今のところはということなんですけども、で、いずれね、ここにもサードパーティー製のいろんなものがね、登録されると思います。
で、実際そのマーケットプレイスで何が購入できるかというのは、私の動画でも解説しておりますので、ぜひそれをご覧いただければなと思います。で、1点注意点があります。それはですね、Steam 版でマーケットプレイスから購入したサードパーティー製のコンテンツ、有料コンテンツですね。で、これは PS5 版には引き継がれません。もう一回ね、同じコンテンツを買い直す必要がありますので、その点は注意が必要です。あとですね、私のチャンネルは MSFS を VR で遊ぼうという、そういうテーマのチャンネルになっているので、本来は PS5 版も VR で遊べるものと思って実は購入したんですが、今のところね、まだ VR には対応していないそうです。2026年、今年中に多分対応して、いずれは VR でも遊べるようになると言われておりますんで、その辺もね、期待しておきたいと思います。とにかく出たばっかりですので、まだこれからね、どんどんアップグレードしていくような形になりますので、その辺もぜひ今後のアップグレードに期待していきましょう。ということで、今回はこんな形ですごいざっくりした解説だったんですけども、もし質問とかあればコメントに書いていただけると助かります。あと、この動画がね、ためになったと思った方は、いいねボタン、そしてまた引き続き MFS のゲームの内容を確認したいと思った方は、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、Good day! Papagani VR 614, leaving my channel space, push subscribe button is approved. Good day.